ソニーから販売されている犬型ロボットアイボ。可愛らしいですね。皆さんご存知でしたか？ご覧いただいているこの犬型ロボットアイボの前にも犬型ロボットアイボがあったことを。1999年から2006年まで販売されていましたアイボ。もうサポートは終了しており、ソニーで修理をすることはできません。今回は先輩アイボのお葬式の映像をお送りします。場所は千葉県いすみ市大野にあるお寺興福寺で行われました。株式会社アファの代表乗松信之社長。ソニーを退職後、電化製品の修理会社株式会社アファン匠工房を設立し、ヴィンテージものの修理を行っています。私は聞きたいことがありました。なぜソニーが修理はもうやらないといったアイボの修理を株式会社アファンが積極的に修理をするようになったのかと。アイボを修理をするために、立ち上げた会社と皆さんは理解をされるのかも分かりません。というのは、アイボの修理を始めてからいろんな意味でハイライトされてますので、ただ根っこの部分はそうではなくて、やっぱりいろんな事情があって大切にしたい商品とかものとかいうのはやはり皆さんお持ちなんですよね。でそれをどうしても修理したいとか、ね、直さなければならないとかいうような方のやっぱりご要望にやはりお答えしたくて始めた会社なんですよ。というのは修理できますできませんというのは本当にできないのかってそうではなくて、ただコストに合わないとか部品がねないからなかったら作ればいいんですよね。そこの判断をどうするかで、私はたまたま海外にずっといたこともあって、やっぱり古いものを大切にしてたり、特に海外にいる時なんか日本の駐在員なんかの方が日本から持ってきたビデオテープとかいうのを見ててビデオが壊れたと、もう子供さんがいたりするともうビデオが命みたいなところになってて、そういうところを直したりするとやっぱりものすごく感謝されたりで、やっぱりいろんな環境によってそれが変わってくるんで、そういうお客さんの、心に寄り添うようなサービスを構築しようとしたのがこのアファンという、楽しむという意味のヴィンテージ修理から始まって、でゆくゆくはアイボの話になったんです。それはやっぱりアイボのオーナー様もどうしても直したいというお客さんがおられて、でそれにじゃあ応えることを努力をして1台が2台になり3台になり、先月で3000台直してましたけれども、そういうような状況になってきました。今回、アイボのお葬式で出た、アイボは、これはもう修理ができないから、供養という形を取ったということでいいですか？いや、それはねまた違います。我々のところに来るアイボはオーナー様が別れを決断されたアイボなんですよね。というのはオーナー様のご年齢も上がっていったり、例えばお父様お母様が他界されて遺品整理をしてたらアイボが倉庫の中から出てきたとかいろんなところから出てきて、やはりそれが可愛がってたというのは子供様もやっぱりご記憶があるんで、これはゴミのようには処理できないんで、じゃあ検体しましょうとか、そういうことで別れを判断された時点でうちのところへ行きます。だから直したいって言われる方は送ってこられたら、ほぼ 100% 直ってますよ。なかなかもうソニー自体が
部品を作っていないわけですよね、それで直すってなかなか難しいと思うんですよ、で今回こういうふうに愛護供養された愛護たちはまた新しい持ち主の方へ行くということで、そうですね、部品として一色じゃないですけれども、一部の部品として新しい小野砂様のところに行くこともあるし、単体として行くこともありますし、いろんなケースがあります。考えるところ、私が愛護供養を始めてから得た副産物はどんなものがあるか。電磁力と呼ばれる互いに引き合う力、互いに反発する力の働きを知ったことである。またラジオで言えば、カオス状態にある電波をコイルとコンデンサーの組み合わせで特定の周波数を取り出して検波するだけで音として聞こえるようになる不思議さである。ゲルマニウムダイオード、そしてクリスタルイヤホンの素材であるロッシェル塩の不思議さである。その検波の仕方、つまり復調はラジオの最も基本であり、アンプリテュードモジュレーションに始まったラジオはやがてフレケンシーモジュレーションの電波の形を生み、今はパルスコードモジュレーションの時代になっている。この人間が生み出した目に見えない電波を自由に操る技術は私にとって驚きである。こんなに優れたいろいろな技術を手に入れた人類ではあるが、今の世界は環境の悪化、社会機能の変化、具体的には政治形態など大きなうねりの中で行き詰まり感を感じざるを得ない状況に陥っていると思う。人間の作り出した文明に自信を持ってもよいだろう。しかし傲慢になっては鼻がへし折られる可能性がある。もうすでに人工知能はインプットされた情報を用いて自ら新しい電気回路を作り、新しい情報を自己再生産する能力をつけてきた。人間の細胞も自己再生産を行っていて、これが生命の営みである。細胞は日々生まれ変わっているのであるが、その細胞の一部は何の弾みか時々暴走族になる、つまりがんである。人工頭脳も自己再生産能力を持つと、少数の暴走族が生まれるのではないかという心配が生ずる。孫悟空で例えれば、孫悟空の頭についている輪っか、タガは時々外れる時がある。あの輪っか、タガが外れると、孫悟空は理性がなくなり、強大な暴走族となり、破壊するばかりである。そこで三蔵法師は般若心経を読むと、その輪っかが孫悟空の頭にすっぽりとはまり、頭を締め付けるとあまりの痛さに孫悟空の暴走は止まる。今の人類はこの輪っかに当たるものが少なくなりつつある。いわば輪っかの外れそうな孫悟空である。これではビタミン C、アスコルビン酸を科学的に生成したセント・ジェルジー博士の本の訳本の題名である狂った猿になりかねない。狂った猿とはもちろん人間のことである。人類は文明、目に見えるものと精神、目に見えないものの両面で岐路に立たされている。さて、今日のお話ししたいことは物質の構造についてである。電子回路がどんどん小さくなっていくにつれ、いかに小さい部品を作るかが問題になってきた。その素材として最近発見された画期的なものの一つにカーボンナノチューブがある。カーボンナノチューブは炭素原子が作る円筒形の結晶で、直径2から20ナノメートル、ナノは10億分の1の10億分の1メートル、長さ数百数千ナノメートル。 NEC 基礎研究所の飯島澄夫主任主席研究員らが1991年、炭素原子60個が作るサッカーボール型の C60 フラーレンを研究過程で発見した。半導体、超電導など多様な性質を持ち、中に別の元素を閉じ込めれば全く新しい性質を持たせられるため、エレクトロニクス素子や構造材の新生素材として
記載されているとカシオの電子辞書に書いてあった。またフラーレンとはサッカーボール型をした閉じた殻の空洞状の一連単素単体部のことと書いてある。C60 以外に C76、C82、C84、C90、C98 などがあるらしい。ある日農家のおじさんが竹かごを編んでいた。六角形の空間を占める目の粗い竹かごである。円筒形になっている。そこを見ると絞り込んである。よく見るとそこの6箇所で竹ひごで編まれた空間が五角形になっている。なぜ五角形なのか、そしてなぜ 6箇所なのか、私にはわからない。カシオの電子手帳 X ワードにカーボンナノチューブの構造が図示されていた。なんとカーボンナノチューブの構造とその竹かごの構造が同じではないか。極小の世界のカーボンナノチューブの構造と極大の世界の竹かごの構造が同じとは一体どういうことなんだろう。私にはわからないが、とにかく相似形なのだ。相似形？それってもしかしてフラクタルのこと？マンデルブロが発見したフラクタルについてカシオの電子辞書で調べた。フラクタルとはこれこれ近々と書いてある。この時私は理解度の新鮮はともかくとして、フラーレン、カーボンナノチューブ、フラクタル、この3つを知ることで幸せ感を味わった。まさに愛母様々である。愛母はファンの皆様に社会的な利益をもたらし、私には物質の断り、物理という心的恩恵を与えてくれた。そういう意味で私は愛母に感謝しています。ということでした。でまたこれちょっと聞きにくいことなんですけども、ソニーが新型の相棒を発売しました、ね。はい、今のところ、サービスはやっているんですが、もしもまたやめるって言った時にはもちろんまた引き継いでやるっていうことはされるんですか？条件は同じですので、どうしても直したいという、これは相棒に限らず我々はやろうと思ってます。現にね、他のメーカーさんのロボットもうちへ来て、人形型ロボットとか人型ロボットとかいろんなロボットというか形になっているものは修理に入ってきますので、基本的には極力お断りすることなく対応させていただいてます。じゃあもうそれはもう相棒だけではなく、いろんなヴィンテージもののオーディオ、そうですね、オーディオから始まってね、それにはねやっぱり皆さん歴史があったりね、だから我々は修理というのは一つのプロセスであって行為であって最終到達地点ではないと思ってるんです。やっぱお客さんが満足してくれる、ここが一番の最終目的地点で、治らなかったもここまでやってどうしても仕方ないんだったっていうところの満足感を持っていただくことが一番大事なこと。それが我々の会社じゃないんですけれども、人と人とのコミュニケーションの原点だと思ってますから。はい。相棒の葬式いかがでしたか？物を大切にする心、大事にしたいですね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。